なやり方わかんねえよって人が多いでしょ。そんな方はね、ちょっとね、あくびをイメージしてみてください。どうも、歌い手研究部長翔平です。普段は歌い手さんを応援する会社ファーストステップの経営とボイストレーナーをしています。今回はですね、黒猫さんのシャルルを取り上げていきたいと思います。シャルル2016年に公開されたボカロ P バルーンさん制作の大人気楽曲ですね。カラオケジョイサウンドのボーカロイドランキングでも長らく上位を維持している、まさにね、キングオブボカロ楽曲と言っても過言ではないでしょ。その中でもね、今回は黒猫さんの歌ってみたバージョンを取り上げていきたいと思います。これまでもね、このチャンネルでは黒猫さんの歌ってみたをいくつか取り上げさせていただいたんだけど、今回のシャルルはね、特に黒猫さんのイケボが存分に堪能できる楽曲になっています。ということで今回は歌い手研究部のみんなと一緒に聴いていきたいと思います。このようにこのチャンネルでは歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しくわかりやすく解説しています。見逃したくないって方は今すぐ登録して歌い手研究部に入部してください。では早速行ってみましょう。ブレスからさあ、出だしからイントロではなくて黒猫さんのエフェクトがかかったボーカルからスタートしていくんだけど、ここでね、俺が特に大好きなチェックポイントがね、いくつかあって、それをね、ここの最後のもういいよ笑っての部分。ここね、最後、もういいよーって伸ばすんじゃなくて、もういいよーで、最後音がちょっと下に落ちていくんだよね。これね、フォールっていうテクニックだね。で、さらにフォールだけじゃなくて、もういいよー音程を落としていって、最後ね、ちょっとだけ声をひっくり返らして歌ってるんだよ。めっちゃエモくない？なんだけどね、これだけじゃなくて、その後の笑ってもね、仕掛けがあって、H ボイスが使われてるんだよ。H ボイスっていうのは、こういうじりじりした音だよね。これを使って、笑って、笑って、こんな感じで歌い回されてるんだよね。このさ、わずか2、3秒の間で、こんだけのテクニックが使われてるんだよ。歌い手さんってね、マジですごい。こっからも超すごいから、一緒に聴いていこう。A メロが始まったんだけど、やっぱりさ、なんと言ってもこの黒猫さんの歌声さ、めちゃめちゃイケボじゃない？低い声の成分がしっかり入ってる、いわゆるいい声だよね。こんな声で歌ってみたいと思ってる部員のみんなもたくさんいると思うんだけど、そんな方にね、ぜひ意識してほしいのは、口頭喉仏の位置ですね。特に女性だと普段の話し声から喉仏が高い位置にある人が多いんですよね。すると、こんな感じで声が高い響きになります。ここから喉仏の位置を下げていくと、こんな感じでちょっとね、低音成分が足されて、いい声になってくるんですよね。たださ、そんなやり方わかんねえよって人が多いでしょ。そんな方はね、ちょっとね、あくびをイメージしてみてください。あくびするときって無意識に、あーって喉が下がるんですよね。まさかあくびするときに、あーって喉が上がる人はいないでしょ。だからね、このあくびの状態で喉を下に下げる感覚を掴んでみてください。ということで、B メロ。低い。さあ、B メロ、まずね、コーラスで、空っぽでよーオクターブ上のメロディーが入っていて、セクションが移り変わったことを分かりやすく表現してますね。でね、なんといってもここのチェックポイントは、それでいつかのかの音。それでいつか。このかの音が C3 のシャープって音なんだけど、めちゃめちゃ低いんだよ。まあね、男性だったら出せるって人も多いと思うんだけど、女性ではね、なかなか出せる人はいないと思います。試しに部員のみんなも一緒に出してみる？せーの。出た？結構苦しいでしょ。これさ、黒猫さんめっちゃ余裕そうに出しちゃうんだよね。さすがさ、音域の幅が突き抜けてるでしょ。そして、こんだけ低いとこ見せといて、サビに移行していきます。行こう。すごいっしょ。さあ、サビはね、とにかく音の移動の幅が大きい。愛を歌って、歌って。
サビのド頭からオクターブ、音がね、12個分一気に飛ぶフレーズが繰り返し出てくるんだよ。だからね、やっぱり歌うのは難しい楽曲なんだけど、さすが黒猫さん、軽々と歌ってますね。地声と裏声を交互に切り替えて、歌ってて、その後も雲の上、ここも裏声からスタートして地声に降りてきます。雲の上なんだけど、ここも雲の上の絵の部分でね、ちょっと声をひっくり返してるんだよ。雲の上なんだけど、この1番のサビで、俺が特に大好きなのは、最後の笑い合ってさよなら、この部分。ずっとサビ力強く歌ってたのに、最後は息を多めに柔らかく歌って、さらにエッジボイスも絡めて歌ってるんだよ。さよなら。もうね、この緩急と笑い合ってさよならっていう歌詞が相まってね、めっちゃ切ない気持ちにね、させてくれるんだよね。これでまだ1番だよ。続き行こう。楽曲のアレンジが超かっこいい。ここもさ、黒猫さん、イケボプラス滑舌もめちゃめちゃいいから超聞きやすいんだけど、アクセントの付け方が特にプロなんですよね。朝焼けと、このように流すんじゃなくて、朝焼けとの部分に、こんな感じで無声音でアクセントをつけてるんだよ。そのおかげでこんなにね、立体感というかプロっぽくね、聞こえるんだよね。で、最後のね、そうでしょのフレーズもロングトーンで伸ばしながら半音ずつで音が移動するんだけど、ここもさ、最後の移動したタイミングで声をちょっとひっくり返らせてんだよ。こんな感じ。ここも超かっこいいからもう一回聞いて B メロ行こう。それでいつか出ました、最低音 C3 のシャープ。まあね、ここまで低い声は出せないとしても、女性でもね、低い声出してみたいって方結構たくさんいるんじゃないかなって思ってます。そんな方はね、低い方で息漏れを減らすと、ひょっとしたらね、もうちょっと出せるようになるかもしれないですよ。どうしても、こんな感じで息漏れが多いと、低い声を出そうとすると、だんだん声が出なくなっちゃうので、やってみてほしい練習法は、あとえの間の、に点々をつけたような、こんなジリジリした声を出す練習ですね。この声のまま、低い方に下がっていくと、いつもよりね、低い声が出るかもしれません。だけどね、力が入りすぎると、喉をね、痛める可能性もあるから、無理しないように、違和感が出たらすぐやめてくださいね。無理のない範囲でチャレンジしてみてください。続き行こう。もうね、サビの歌い回しが超好き。いや、もちろんね、黒猫さん、サビ全体通してめちゃめちゃかっこいいし、いろんなテクニックを使ってるんだよ。なんだけど、その中でも俺が特に大好きなのは、ここもね、最後の痛みだって教えて。ここ。痛みだって教えて。こんな感じで、ボーンって歌うんじゃなくて、痛みだっての、だの部分ね。痛みだって、一回グッて自分の中に落とし込むような歌い回しをされてるんだよね。で、その後の教えての絵は、エッジボイスを絡めた後に息をわっと混ぜた、これが全部重なると、痛みだって教えて。いや、こんな上手に全然できないけど、こんな感じ。いや、もうめっちゃエモくない？そしてここから楽曲はクライマックスに移行していきます。ギター面白いっしょ？さあ、ここもね、エッジボイスとウィスパーボイスを絡めた柔らかい声質で歌い回していきます。きっとわかっていた。C メロはこのように少し抜いて歌っておいて、最後のサビに突入していきます。行こう！
っていくと思ったら、バックミュージックも少し収まって、黒猫さんの声もね、エフェクトがかかった感じでスタートします。かと思いきや、そっからドーン一気にバックミュージックが入って、進行していきます。行こう。はー、ビブラートもすごいんだよ。ずっとコーラス入ってんね。さよなら。ウィスパーボイスとエッジボイスで締める。ごちそうさまでした。さあ、いかがでしたでしょうか。名楽曲と名歌い手さんがコラボすると、こんなにも爆発力があるっていうのをね、まざまざと見せつけられた音源だったんじゃないでしょうか。今回の黒猫さんの歌ってみたも最強に素晴らしかったんだけど、やっぱりね、シャルルはね、たくさんの歌い手さんが歌ってる楽曲だよね。だからこれからも2シャルル目、3シャルル目をね、ガンガン取り上げていきたいなと思ってます。だからね、部員のみんな、シャルルを歌ってるおすすめの歌い手さんがいるって方はね、ぜひね、たくさんコメントで教えてくれるとめっちゃ嬉しいです。ガンガン取り上げていきたいと思ってるので、リクエストもお願いします。このようにこのチャンネルでは歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しくわかりやすく解説しています。見逃したくないって方は今すぐ登録して歌い手研究部に入部してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。